スパイのバスラカ1月17日放送分のアイドリングトークです。本編収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。お願いします。メールいただいてます。ラジオネームピンクの皮をかぶった黒いうさぎさん。はい。ごきげんよう。いつも楽しく拝聴しています私の勤めている会社は昭和や平成に建てられているものが多く、設備は改修などしていますが古いまま使っているものも多くあります、はい、先日そんな会社の不便さについて取締役と話をしていた時のことです、取締役がそういえば昔友達の会社でトイレを流し忘れる人がいて問題になったことがあったって聞いたの。犯人は自宅が最新の自動洗浄になったから、外でも流すのを忘れちゃったようになったらしいのよ。文明の利器も困ったものねと人事のように笑って話していました。ですが私は知っています。15年ほど前、社内でトイレを流さない犯人としてまことしやかに囁かれていたのが誰であろう当時課長だった現取締役その人だということ目の前で友達から聞いた話として語る取締役を見ながらそれあんたの話でしょという言葉が喉まで出かかりましたがなんとか飲み込みました。思ってても言わない大変ですねお疲れ様です最後は俺らを気遣ってくれたよ思ってても言わない大変ですね、言わない大変なんだよね。お疲れ様です、センスあるねこれ。これもあれだね、メール大賞ねえ行きたいしこれだってこのさトイレを流さない犯人で送ってくれたのって誰だったっけ。なんかいたっけ。誰が送ってくれたんだっけこれ。でもなんかそういう系でパッと出てくるの、裸祭りさんしかいないけど、でもなんかこの文に裸祭り感を感じる。そう裸祭り味を感じるんだよねすごくラジオネーム変えたところで見抜けるぞこっちは、でも第2のこのセンスあふれる文章を書ける、もしくは裸祭りさんの文章を聞いてちゃんと文構築して作れるようになった人かわかんないけどにしてもいいお便りです。いいお便りこれは面白いわ。もうなんか俺らがコメントする要素がないのよねもうこれだけで面白いが面白い完成してるから。まあいやでもなんかトイレとかは、この最新にうちも自動洗浄なんだけど、ちょっとわかるもん。そうなんかその結構新しめのさ商業施設とか行くと、ほぼ自動洗浄じゃん、俺びっくりするもんあれ、でさ拭いてる間に流れるやつとかいるじゃん。あるね。お尻拭いてて、急に流れてやばいやばいやばいっつってポンって捨てるみたいな。だけどさちょっと古めの建物行くとさやっぱ自分で流さなきゃいけないとか、そのウォシュレットついてないとか、あと流すとこ探すそうねあるわ。俺ねあれボタン嫌いなのよ。ボタン式なんでむずくねあれ探すの。ボタン海外で多くない？横のあれね銀のボタンね。そう銀のボタンあれねなんかパイプですよみたいなさ顔してんじゃんあいつ。あれ探すのいつも大変なんだよね。あれは分かんないね。パッと見分かんないかも。パッと見俺もだってそう多分初めてそれこそアメリカ行った時一回流さなかったもん多分。分かんなくてねいやまあしょうがないんだよね分かんないから、あれは。で申し訳ないけどねお掃除の人が多分流してくれたんだろうけどいやあるあるよな。だからこの辺はね特に日本はめっちゃ進んでるからトイレがやっぱ。だって TOTO だよ。そうだよ。世界行ったらほぼ TOTO じゃない。だってそうね。でもさ世界にある TOTOもなんか日本の TOTOには及んでないじゃん。あれ何なんだろう。ジェネリック TOTO ってこと。いやどうなのあれは。その需要がないんかな日本ほど。日本ほどトイレに対しての清潔さを求めないんじゃない。そういうことだよね。もうトイレはトイレだから、汚物を出すものとしての認識なんじゃない、海外は。まあそういうことか。そうなんか TOTO って見ても、海外の TOTOってこれかみたいな思うことが多いから、だってさあるんだろうな各国で。世界一綺麗と言われてるシンガポールの空港のトイレ、パッと見綺麗だったけど、なんか細かなとこはあんまその辺のねアジアの国とあんま変わんなかったし。変わんないね基本的にはね。だから使う人の価値観だよね。だからまあそうね確かにそれはそうかもしれない。これだって商業施設とかのトイレだったら、自分が終わった後、便座拭くもん。でも俺も拭くね。嫌だよね。嫌だ。座る前は俺どっちかっていうと菌を欲しい人だから体に
ちょっと待って、この話やめようか。これね長くなるから俺話すと。これねはしょっちゃうと、なんかただの不潔な人みたいに思われるから金が欲しい人。そう、金が欲しい人なの、やっぱだから自分だけの金だとさ免疫弱いじゃん、でやっぱ電車のつり革とかさ、掴んでた人がどいたら、そこに手を置くもんね俺やっぱ人の金を入れないとって思うから。そういうあれね。そうそう、だトイレもあったかい方が俺は好き、ほかほかの。そうなんか誰か入ってんだなみたいなのが割と好きなタイプだからあれだけど、自分の後はねさすがに拭いて出るようにはしてるな。まあいやありますね、いろいろね。でもこれは秀逸でしたね、今日の。これ名前を隠すことはないよと、もし裸祭りさんじゃなだとしたらね、それもじゃなかったらもうピンクの顔をかぶった黒いうさぎさんは、もう準レギュラーに食い込むぐらい、いいお便りだったと思います。いいお便りでした。ありがとうございます。ということで本編収録準備ができたのでアイドリングトークはここまでです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。